どうも、単独歩行者です。前回の動画で NSR50 を購入しようかなという話をしました。NSR50 が欲しい理由としては、置き場所や使い勝手の関係で小さいバイクが良いこととツーストが良いということなのですが、どちらかに絞れば結構候補が増えますよね。パッと思いつくところだと、小さいバイクはモンキーとカゴリアや、最近のバイクでいうとモンキー125とかもそこそこ小さいですよね。大きさに多少目をつぶれば NS1 や DZR50 も候補に入りそうです。前回の動画でも少し触れましたが、 NSR50 を探してみると、やはり安いものは書類なし、仮なし、フレームカットばかりでなかなか良いものがありません。そんな感じなので NSR50 を第一候補としつつも、いろいろな候補も合わせて検討していますが、いずれにしても車格、排気量ともに小さめのバイクが良いと思っています。ただ、さすがに 50cc だと左車線を30キロでしか走れないので、ボワットを行って黄色ナンバーに変更したいと思っています。そんな妄想をしている時に気づいたのですが、あの小さい車格で現在走っているような片側3車線道路を走るの怖くないですか？というのもパニガーレは全長 2100mm、全高 1132mm、全幅 805mm と結構見た目にも大きいので、法定速度でゆっくり走っていてもスレスレを追い抜かれるなんてことがないんです。しかし GSX-R150 に乗っていた時は何度か横スレスレを追い抜かれた経験があるのを思い出し、かなりビビってます。150cc のナンバープレートは 250cc と同じく白なので、ナンバープレートの色の問題でもない気がしますが、皆さんはいかがですか？無理な追い越しされた経験がある人は、シチュエーションやバイクの排気量などコメントで教えてください。私は GSX-R150 で高速道路を走っている時、大型トラックに同一車線内で追い越されたことがあります。めちゃくちゃ怖かったし、死んだと思いました。また、皆さん車に乗っている時にバイクを同一車線内で追い越したりしますか？私は避ける時にかなりスペースがある場合で原付なら追い越しますが、基本的には 125cc とかはバイクでも車でも追い越しませんね。125cc に追い越されたことは何度もありますが、奴らは雷の呼吸の使い手ですからね。隙間を縫って抜き去る様は霹靂一閃6連って感じでめちゃくちゃ速すぎる。そんな話はさておき、 NSR50 の車格で走ってたら右から左から追い抜かれ、最後は踏まれて終わるんじゃないかと思うくらいには怖いですね。普通に法定速度くらいは出ると思いますが、小さいバイクが走ってると邪魔ですかね。特に解決策が思い浮かぶわけでもないですが、皆さんが行っている対策や逆にどんな時に邪魔と思うかなど、ぜひコメントで喧嘩しない程度に教えてください。と、本日はこんな感じで、小さいバイクって無理な追い越しされがちという雑談でした。数年前に246号線をイプで走って怖かったトラウマが蘇りますが、小さいバイクは近々購入予定なのでアドバイスをお待ちしています。共感してくださった人はぜひいいねを押してください。小さいバイクにパワハラ発動中の無惨様も逆にいいねいっちゃいましょう。また動画も上げますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。X や Instagram もやっていますので、そちらのフォローもお願いします。では、また次の動画で。